れじゃなくて、欲しい時間。とにかく透き通るような綺麗なスープを今作ってます。透き通る綺麗なスープの中に出汁を入れてる形です。塊を入れるんですね。今日は3段ですね。3段3段。あ、これ。1、2、3で。150個ぐらいですね。ですね。クミンシーを今から沸かして入れるんですけど、あそこにセルフであるんですけど、はい、ちょっとジャスミン茶って結構癖が強いものもあるので、少し薄めて、で、飲みやすい形で。はい、美味しい。ありがとうございます。早めで船木さんってどういう方なんですか？どういう方？船木さんどういう方なんですか？そうですね。一言で言うと、はい、いつも正しい人なイメージです。スタッフの細かいところまでしっかり見てくれて評価もしてくれるし、その間違ってることはもう間違ってるよって言ってくれる
ような人なので、仕事している中でたくさんその気づきみたいなのがあったりとかして、すごい自分をより成長させてくれるような、そんな店長です。筋が通ってる。筋が通ってる、そんな感じですね。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。大学の1年生の4月から、はい、アルバイトしてました。じゃあもう学校入りたてでしそうですね、はい、高校の時アルバイトは一切したことなかったので、大学に入ったらまずどっかでやろうと思ってて、当時タウンワークをこう開いてたら一番時給が高かったんです、そこのお店が、まくりが、はい、なので応募しようかなと思って応募して、面接をしていただいて、で、そのまま採用いただいたんで、そこでお世話になることになったのが2009年の4月ですかね、はい、もう今から13年前ですね、12、3年前、はい、当時飲食に勤めるとは全く思ってなくて、学部も英文っていう学科に通ってたので、英語に携わるような職業だったり、もしくは、ありきたりですよ、営業マンとしてどこかの会社に所属して、働かせていただければと思って、就職活動もみんなと同じようにスーツを着てやってたんですけど、当時、社長からこのまくりという会社に入ることも考えてくれないかと言われて、それでいろいろ検討した結果、こっちの方が面白そうだなというのが最終的な結論ですね。僕は料理人ではないので、こうやった方が美味しいものが作れるかとか、そういう知識っていうのは、本当人並みにしかないんです。当時からものすごく行列ができてるお店だったので、皆様が他の場所でも食べられるような、いわゆるその店舗展開だったりとか、もしくはそのお客様が来られた店内の内装外装だったりとか、そういう発展する方向になるべく携われる仕事がしたいなっていうのが当時の一番強かった思いですね。よりそのまくりちゃんのメニューをはい、多くの人に食べてもらいたいっていう思いがそうです、はい、ものすごくそれが強かったですね。はい、ラーメンは登場した時はなかったみたいなんです。最初ワンタン麺の専門店で店立ち上げたんですけど、しばらく経って酢ラーメンっていう商品を商品開発して出して、それから登場のワンタン麺よりも多く注文いただけるようになって、過去もう10年くらいですね、圧倒的に注文数がナンバーワンなんです今。酢ラーメンって酸味と辛みがあるラーメンなんですね。で、酸味の方は中国から黒酢を取り寄せて、その黒酢と、あとは日本人の口に合う日本の穀物酢ですね、これを2つブレンドしてタレを作ってるんです。スラください。スラのお願いしていいですか。辛みは黒胡椒とラー油ですね。ラー油を使った辛み。この酸味と辛みのバランスで、美味しいか美味しくないかってどうしても決まっちゃうんですけど、一応そういうこだわりで作ってます。トマタマスラ14番さんいきます。
タッチャー14番さんいきます。お願いします。はい。肉麺14番さんいきます。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。ベジスーラー2つ2番さんいきます。皆様のお願いします。今ちょうど30歳で、今年31歳ですね。そうですか。はい。若く見えます。あ、見えますか？あ、よかったです。もうでも子供も2人いるんです、結婚して。そうですか。はい、今3歳と、もうすぐ4歳と、あと1歳半の2人いますね。もともと出身は僕、福岡じゃないんですよ。岐阜県の方なんですけど、こっちに大学で引っ越してきて、もうそのまま居ついちゃいましたね、福岡に。すごく住みやすいですね、こっちは。物も美味しいし。はい。少しお願いします。はい、チャーシュー麺8番さんいきます。いきます。冬限定、今年の冬限定メニューで新しく作りました。ありがとうございます。ありがとうございます。
します。はい。お味噌4番さんいきます。お願いします。はい、後ろ鍋ております。はい。美味しいものを作って、もちろん現場にこう立ってお客様の顔を見るとすごくやっぱ嬉しいんですけど、いろいろ美味しいものを食べてすごく美味しそうな表情されたり、新商品を食べてこれ美味しかったよとか言っていただくことすごく嬉しいんですね。ただ僕がこう一人でここでできる限界っていうのはどうしてもあるので、いかにこういった環境を整えられるかっていう、その方が結果的にやっぱりたくさんの方にこのまくりを通してやっぱり幸せになっていただけるっていうのをすごく僕感じてるので、よりこう会社の発展の方に力を注げるようにちょっといろいろ考えて、はい、今動いてます。うちにある商品はもう全部社長が決めて考えて商品開発をしているので、麺のレパートリーだけでも大体50品くらいまだ出てないのも含めてあるんですね。それからやっぱりこういうお店の店内のデザインのベースだったりとか、そういったところはすごくアイディアマンで、いかにそのアイディアを現実に落とすかっていうのが僕の仕事で、結構それに毎日こうやっぱなかなかない視点からいろいろ話をされることが多いので、なんでなんだろうなみたいなところから始まって、少し考えて分かることもあれば分からないままやって結果が良ければ、やっぱそうだったんだってこともありますし、アイディアマン厳しい人なんですけど、そういったアイディアはすごく豊富にあるので、なので毎日結構新鮮です。いろんなことがあって、ただお店の営業してる毎日ではちょっとないので、そういった意味では新鮮に仕事はさせてもらってるかなと思ってます。醤油ベースですね。ちょっとピリッとします。はい、お味噌です。お味噌。はい。よし、お願いします。ニラから2番さんいきます。ありがとうございます。はい、楽しみです。下かけてないかもしれないですけど、上から見たい。いわゆる
カゴ返しましたか。これ10番の担々で。パンタンライス10番いきます。いい麺14番さん。玉茶大盛り13番いきます。はーい。半ゲタ2番さんいきます。皆さん終わりです。黒酢チャーハン6番さんいきます。7番いきます。飲食の世界にいるので、やっぱり人に喜んでもらえるのってすごくいいですよね。お金もいただいてる上にありがとうとかごちそうさまとか美味しかったよとかって言っていただけるので、結構特別な体験だなと思いますし、みんなと仲間としてこうお店だったり会社をやってる以上、出会う人の幅がものすごく広いわけですよね。お店を1店建てれば何万人っていうお客様がやっぱりいろんな時間を通して来ていただけるし、何十人っていうスタッフの方と出会っていろんな思いを共有できるっていうのはやっぱすごくやりがいの中の一つではありますね。なので新しくお店ができればそこでまた面接が始まっていろんな人と出会って、中にはやっぱりすごくやる気に満ち溢れてる人もいれば全然やる気なさそうに見えて半年くらい経つとバリバリやってることが、やっぱ人ってすごいなってすごく単純に思います。全然こうできないことないんだなっていうか、やっぱり向き不向きはあるんですけど、やっぱり人って何でもできるなっていう、そういうこう思いを経験させていただいたっていうのはすごくいい経験だなと思いますね。
水かつ大盛り固め一番さんいきます。次のおすすめ品をね、どういったとこからヒントを得たりとか、そういうのなんかあるんですか？全部です。全部。うん。だからテレビ見ててもそうだし、グルメ番組とかありますよね。ああいうのもこうどこか参考にしながら見てるし、本屋行くとグルメ本なんかたくさんあるしね、レシピ本なんかもあるし、あれなんかもうアイデアの宝庫ですよね。常日頃もうずっとそれを考えてる。もうずっとですよ。もうコンビニに並んでる弁当なんかもあれ見ててもそうだし、何か活かせる。そうそう、もう食べるもんがあったらこれをラーメンにこういうので使ったらどういうふうに見えるのか、どういう味になるのか、どういうスープと合うのかっていうのはもう食材見たらずっとこう照合してるような感じです。ホットモットさんのお弁当から作ったメニューもあります。もう一覧の時もそのことを考えてずっと考えてますよ。洋食でも和食でもね、別にそういうのも関係なく美味しいものは合うのかなというのを考えながらね。でも合わないっていうわけではないんだけど、一応完成品としてはラーメンに仕上げようとするんですけどね。だけどさすがにこれはラーメンじゃなくて、やっぱりラーメンとこれはもうやっぱり別々に食べた方が美味しいっていうのもあるんですよ。そういう意味じゃやってみないとわからないっていうのがあって、凝りすぎてもみんなが作れないとお客様に提供できないから、だからそんなに凝ったものはそうは作れないですよね。で自分のためだけに作るんだったら凝ってもいくらでもいいんですけどね、やっぱり作るのはみんなが作るわけなんで、だからみんなが作ってきちんとしっかりと美味しいものができるものの範囲の中でそれを仕上げなきゃいけないから、そこが次のステップですよね。美味しいものができてもね。外食する時なんかいつももうそういう点で食べてるし、だからといって楽しんでないわけじゃないけど、普通に食べてるけどね。普通に食べててもなんかそういうモードはスイッチ切れることはないですよ。そういう人多いんじゃないですかね。そういうなんて開発担当してる人ってもうずっと夢にでも見るとか言うでしょ。なかなかうまくいかないとね。これさ、若鶏さ、どんくらいがいい？これが普通だよね。6個ぐらいがちょうどいいかもね。人に取られたりするし、食べてるとねえ、1個ちょうだいとか取られることもあるじゃない。確かにそういうことも考えるんですね。そういうことも考えるんですね。そういうことも考えますよ。じゃあこれで個数6でやってみるか。もう少しなんかでも単調ですね。
もうここまでいったら味の方向性はもう変わらないんですよ。ただこう一口目パッと食べた時にもう条件なしにうまいって感じるものをがどうしても必要なんですよ。こう最後その最後のそれを見つけるのがまあ最後大詰めなんですよ。材料的にはもうこれでいいんで、それを何でそれをつけるかっていうそういうところだよね。塩だれを入れるか少し。塩だれ。スープは入れるじゃん。はいね。スープは入れるんだけど、ちょっと例えば感覚的にはこれが塩だれだとしたらちょっと塩だれを入れてこの絡んでるこのあんの濃さがちょっと多分薄い。はい。あんに追い詰めてパサッとその最後のピースを入れるような感じ。ね。あんの味がするよね。あんの味がする。もうちょいいいのかもしれない。ちょっと入れてもいいかも。もうちょい入れてもいいかも。多分。ご飯のおかずだからこれぐらい濃い方がいいと思う。ね。ね。社長から見て船木さんどういう存在？万能。万能。うん。何でもうまくしちゃう。向上心高いからね。だから全部が全部教えることないですよ。だからこういうことをやり始めるとなるとそのやり始めたものをもう自分なりに探求していくから先のことを考えながらついてきてくれるからすごいやりやすいです。まあ一を聞いて十を知るタイプ。うん。社長より知る時もあるからね。やっぱり若い感覚だから、まあ、30歳だからね、僕は55歳だから年齢差25年あるから経験が邪魔することあるんですよ。知ってるだけに知ってることが邪魔することあるんですよ。だから知らないことの中に結構その答えがある時もあるんですよ。だから経験してるものと経験してないものが一緒にやるっていうのは絶対いいと思う。経験してるもの同士だともうやりもしないのにそうだねで終わっちゃうから、まあ、結構注意されたり怒られたり何やってんだっていうことになってもう泣きべそ書いてたよ、でやめなかったら やります頑張ればなんとかやれますとか言ってね。なんか気持ち悪いんですよ。途中で終わったりなんかやりたかったことができなかったりするとやっぱり嫌だし負けず嫌いというか悔しい思いはなるべくしたくないっていうのがすごく強く持ってて、なのでコテンパンに言われると何クソというか見返してやるみたいな、なんかそういうパワーは多分他の人よりあるんじゃないかなっていうのは思いますね。いや大変でしたね。もう正直あんまり覚えてないんですけど、ただ仕事が初めてだったのでポンコツですね。いわゆる何やっても全然ダメっていう状態だったんですけどね、よく怒られました。はい。まあ、やめろって言われたことも1回ありますけど、それでも僕はやめたくないとまだまだできるようになりたいっていう思いが強かったのも当時はありましたね。いい社員さんがいますね。うちはラーメン屋っぽくないんですよ。どちらかというとね、僕は飲食ばかりやってた人間じゃないから、前は教育関係の仕事もしてたからね、はい、だからそういう意味じゃこう人が成長するとかなんかね、そういう教育関係だからそういうこう人が向上するとか成長していくとかそういうのってまあ教育ってそういうもんじゃないですか。だからそういうところでの考え方の共有とか話し合いとかね、まあ雑談
の延長だけど、そういうのは結構ね、味のこと以上にラーメンのことを話す以上に話してると思うんだよね。そういういろんなこういうふうに考えるんだとか、こういう受け止め方した方がいいんだとか、結構そういう話の方がものすごく普段から多いから、そういう社風の中にいるとね、自然とやっぱり人もこうそういうのに馴染んでくるじゃないですか、ね、だからまあ飲食だからもちろん味とかね、美味しいとかラーメンとかそういうことばっかりももちろん仕事上あっていいんだけども、それだけやってたらねなかなか飲食ってこうハードな面があるから、仕事としてやっぱそれを支えるのはやっぱメンタルみたいなところがあるから、そういうのもねうちは大事にしてます。やっぱり僕もこのラーメンがすごく好きだし、やっぱりお店をこう一緒に働くにあたってはある程度自信を持ってお客様をお出迎えしているので、そういう拠点がまあ増えることによってこうまくりを通じていろいろこう嬉しいこと、楽しいことに巡り合っていただきたいっていうのはすごく大きく思うのと、同時に働く従業員の数が増えればやっぱりその人たちと接することも多くなるので、まあ、僕が今まで経験した苦労もやっぱり大学1年生の全く未経験の子が入ってきたらそういったことも伝えられるし、まあ、そういうふうにこう仕事を通じていろんな人と出会っていろんな関係を築きたいなっていうのはすごく強く思います。